皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋ウォーズで実況対局の方をやってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速やっていきたいと思います。今回もですね、10分切れ負けで、読み上げ音声をですね、加藤一二三九段に設定してあります。あなたが後手です。はい、今回私が後手番で3段の方ですね。はい。3ゲーム飛車が得意戦法という感じだったですけど、まあなんかあれですね、居飛車戦になりそうですね。私はじゃあ今回ちょっと横太りをやってみますかね。まあ、この7六歩7六歩にね3四歩で2六歩に8四歩とね角道飛車先を付き合う形からスタートするのが横太りのスタートですね。これで8六同歩と飛車と、これは3四飛車と取れば横太り、そうですね。この手を取らないとね、三三角型空中戦法、今加藤先生がね空中戦法とおっしゃってましたけれども、3三角ね飛車を横取らないと相掛かりの将棋になります。今6八玉というのが、まあ、佐々木勇気ね、六段が、七段ですか、佐々木勇気七段が指しられてる、よくね指してこう開発して、まあ、この相掛かりにねすみません横太りのね、3三角に対して有力とされてる佐々木流と言われるね対策ですね。飛車を3六に置いたまま、場合によっては戦ってしまうという考え方です。まあいろんな指し方なんですけど、まあ、飛車を下がってみますか。もっとねいろいろ強気に戦う方法もあります。そうですね、これで王様を上のままなんていうんですかね、王様を上がって飛車を引かずにね戦うというのが、佐々木勇気流のね指し方ですね。はい、結構ねこれ3七桂から4五桂とどんどん飛んでくるんで、まあ後手としても油断がならないというかね、怖いところですね。まあ4二玉というのは、まあ4一玉というとね中原囲いなんですけれども、やはりねこう4五桂から殺到してくる手が怖いので、まあ上部にね手厚く受けたということですね。で3七桂ですか。いや積極的ですね非常にね。まあこのね飛車が中ぶらりんで怖いんですけれども、飛車を下がらずにねどんどん攻め潰してしまおうというのが、まあこの佐々木流のね、まあ最大の魅力というか、まあ作戦の趣旨なんですね。はい。まあここはどうするか難しいですね。かなり今4五桂がいつ飛んできてもおかしくないような状況なので、まあ少しね後手としても気をつけないといけないところ、まあいろんな手があるところですけどね、どうするのがいいかな。まあいきなり4五桂とね飛んできてどれぐらいこちらがね危ない形になるかっていうのもあるんですが、まあ2二銀で上がってみますか。例えばですねこう上がるとどうなるか。まあここで4五歩を垂らしてきましたね。これ飛車を横行きを生かして頑張った手ですね。どうしようかな。まあねこれはじゃあ2三銀で上がってみますか。まあこの辺り行っていってね非常に難しいところですね。まあそれで3三飛車です。まあ飛車を引けば8四飛車とねこう取る手があったので、まあ3三飛車とね交換してきました。まあこれで8四飛車とね、そうですね、これで8四飛車と取られたくないので相手の方は角を打ち込んでねきましたね。私の方はじゃあ銀を上がって、まあそうですね、これで角を流して8四飛車と取るというのが私の構想ですね。まあ馬が大きいか手持ちの飛車が大きいかというような展開です。叩いてきましたね、より激しく。まあこれは取りますね。これは8四飛車と出られた後に叩くと、飛車でね取られてしまうので先にね叩いたという工夫の一手ですね。まあこの銀がちょっと浮いた形になるので不安定だろうと、次2五歩とね打つような手も狙ってますね。なるほど。2五歩と打って同桂同桂同銀に1一角成と取るような手ですね。まあ私はこの歩をたらって自然に指します。はい。3五歩桂頭を狙ってきましたね。今2五歩と打ちますと今度同桂同桂同銀で1一角成の時に8九飛車成とね桂馬を取れたので、相手の方はね今度桂頭攻めにね、方向狙いをね変えてきました。私の方はじゃあ私の方も歩を打って桂頭を狙いますか。まあ非常にねこれ6六馬と寄ってくる手があるので私の方も非常に怖いです。ただまあ3三歩成同銀とね、駒が引きつけられるので、まあそれでね、攻めを食い止めることさえできれば3成にねと金がいるので、はい。まあこの3七のと金が、まあ、8四の飛車とねまあこう攻撃というかね、まあこちら側は飛車に選んでますから、やっぱり3七の時に、まあ王様にね、まあ6八玉と上がってる一手があるので、
非常に近いと金とは言えないんですけれども、こうふんわりね王様をこう強撃の格好にできているので、やっぱり大きいと金ではありますね。ゆっくりした展開になればね3八歩と打って、金銀を取りに行く手もできますし、先手の方がねこれは忙しい局面と言えるでしょうね。ここで馬は大きいんですけれども、今の現状はね桂交換なんですが、これ以上ね手が進んでいくとこの3七と金が大きくなりそうなので、先手の方はね先手の方はここで有効な攻めを出せるかどうかというのが形勢の分かれ道になりそうです。そうですね、3四歩、これは迷いますね。同銀と取って1一角成で8九飛車成という形があるんですが、銀が浮くとね、3四馬と取れるんでちょっと激しくなりますね。手順でいうと3四同銀と取ると、1一角成と香車を取ってこられて8九飛車成に、3四馬と、今浮いた銀をね狙ってくる手があるので、これは銀をかわす方が無難ですかね。4四銀とね上にかわして、角を成らせないようにさすと。で狙ってきましたね。あくまでやっぱりこの8八の角で、1一角成とね取る形を目指してますね相手の方は。さてそろそろこの辺でね何か反撃含みで受けていきたいとこですね。4五歩というのがやっぱり厳しい手なんですが、何かね5四歩と突くとか、3八歩の攻め合いで勝てれば一番話が早いですかね。4五歩に3五銀、それでもいけそうですけどね。ただこの銀が動くとね3三歩成同金同角成同玉6六馬というね王手飛車とちょっと高騰になってしまうんですけれども、手順があるのでもうちょっと面倒見ますかね。5四歩ついてね、ただここの歩を突くとね例えば4五桂みたいなった時に、この地点に傷ができるという意味もあるので、危険になる可能性もありますね。この5四歩は微妙でしたね。他に、もうちょっとね、具体的に言うと3八歩とか、何か、攻める手を選ぶ手もあったと思います。これは5四歩は4五歩に5五銀と出るつもりなんですけど、そうですね6六馬と、飛車を狙ってきました。これは飛車浮きますかね。引く手もあるんですが浮いた方がよりね、守りに効くと。4五歩には同飛車と取るよということですね。飛車を縦に引いてしまうと今ね、4五歩に5五銀と出る形しかないんですが、この場合ですと4五歩に同飛車と取る手も効くと。でこれね7五馬と出られて王手飛車取りがかかりそうなんですが、それに対しては同飛車と取って同歩に7六桂と打つ手が効きます。歩ですか、これは迷いますね。同飛車か5五銀か。5五銀もありますよね。5五銀に7五馬ならば同飛車同歩に7六桂が王手角取り。ただ同飛車もねこれ金取りになるんで同飛車にしますか。いや迷いますね。これは、どっちもありますね。同飛車でこれ金取りになるのがね大きいので、ちょっと錯覚があったかもしれないですね。これは同飛車が効いたのは大きいですよね。これで金取りで何か受ける相手はちょっとこれはうっかりですかね。才能はかなりあったと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね将棋大勢実況対局の方をお届けいたしました。戦型がですね横歩取りということで、村チャンネルで横歩取りはちょっとね珍しい戦型になりましたね。で最近はですね横歩取りに対しては大野流、本局でもあったような佐々木流と言われる、先手番の対策が非常に進歩しましてね、後手がね横歩取りに誘導することがプロの公式戦でも減りつつあるんですけれども、今回はねそういった戦型になったのでポイントの方を、解説の方で、皆様に大盤を使って分かりやすくねご説明できればなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方をぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。